はいどうも。では今回は人間が体験可能な極上の快楽4選っていうテーマでお話します。そして、結論というか目次としては、1つ目、美味しいものを食べる。2つ目、男女の営み。3つ目、薬物の類。4つ目、ギャンブルで勝つ。以上となります。まあもちろん、あげようと思えば他にもあるでしょうけど、今回はとりあえず代表的なのってことで、今挙げた4つに焦点を当てて話していきます。で、そもそも人間が快楽を得ている状態っていうのは、満足感をもたらす刺激に脳がさらされるたびに脳内のドーパミン分泌量が増加するってことを意味するわけですね。ドーパミンってのは脳の報酬系で重要な役割を担っていることから、神経伝達物質の中でも特によく知られているかと思います。こちらを踏まえて、まずは今回の目次一つ目の美味しいものを食べるっていうことについて深掘りしていきます。もちろん腹が膨れてる状態なのに、そこからさらに何かを食べるってなったら、もはや苦痛でしかないので、ある程度空腹であることは前提になりますけどね。で、脂肪と糖で人を誘惑する贅沢な料理ってのは、我々人間にとって非常に魅力的に感じられると。これは単なる気持ちの問題ではないようですね。食品などに含まれる脂肪分と糖分を増やすっていう傾向は昔から続いていて、今ではアメリカの成人が消費する食品の半分以上が超加工食品になってしまっているようです。こうした食品っていうのは体にある脂肪と糖のセンサーに働きかけてドーパミンを放出させるように最適化されていることが多いそうですね。はい。また、外国人と違って、特に日本人って、美味しいものを食べることで、幸福感や満足感、快楽を感じる傾向にある、みたいな調査結果もあるわけですね。これは日本人に生まれたから、その味覚が特殊とか、その体の構造的に、食に対してのジャッジが緩い、なんてことは非現実的で、シンプルに日本食のクオリティが高いわけですね。寿司しかり、ラーメンしかり、代表的な日本食なんか、多くの外国人も好き好んで食べてるっていうのが、その証拠ですかね。はい。しかしながら、今言ったように、美味しいものを食べることが快楽をもたらす一方で、過度な摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があるわけです。高カロリーや高脂肪の食品を過剰に摂取すると、肥満や何かしらの疾患のリスクが高まると。そのため、美味しいものを楽しむことと、バランスの取れた食事を摂取することの間には、常に注意が必要で、健康への配慮を忘れないようにしたいところですね。はい。ということで、今回の目次、2つ目の快楽ということで、男女の営み、いわゆる性行為ですね。これは相手がその男女の異性としての魅力を感じる人であれば、なおさらですね。それはね、もし、男女の営みが一切何も気持ちよくなかったら、もうそれはただの面倒な作業でしかなくて、子孫を残すというか、人類繁栄がここまで至ったわけないですもんね。また、これは相手との親密さや愛情表現の手段としても機能し、ストレスを解消する効果も期待できますね。ただ、気をつけなければならないのは、相手の同意を得るっていうことや、性感染症などを避けるための避妊の必要性あたりが代表的なところですかね。はい。では次に、今回の目次3つ目の快楽ということで、薬物の類ですね。例えば、メタンフェタミン、ヘロイン、コカイン、アルコール、ニコチンなど、合法、違法のものも含めて、種類自体は多数ありますね。ただ薬物とは言っても、時代や国によって、その使用が、合法か、違法かは変わってきてたりするんですね。過去の時点であれば、使用するのが合法だったけど、現在は違法っていうようなケースもありますと。現在の2024年時点の日本であれば、アルコールやニコチンは、利用者に健康被害があるっていうのは、周知の事実だけど、合法であると。そのおかげで儲けれる人もいるってことですね。いずれにせよ、使用者がリラックスや興奮、安心感を感じたり、ストレスの軽減ができる一方で、乱用による身体や精神に深刻な影響を与えたり、依存症の可能性、ものによっては法的リスクが生じたり、社会的問題などにもつながり得るっていうことで、使用や乱用、関わり方には要注意ですね。いっそのこと一切関わらないっていうのが賢明でしょうけどね。はい。では、今回の目次、最後、4つ目の快楽ということで、ギャンブルで勝つことですね。
特に日本であれば、宝くじ、パチンコ、競馬あたりが人気の筆頭ですね。大勝ちすることで、快楽、興奮、満足感を得られると。ただ、これもこれで、特に、薬物と近しく、依存症やその他リスク、心理的影響なども伴うので、それ相応に、関わり方には要注意ですね。ただ、人生の中でもう一切ギャンブルのような要素がない。言うなら、堅実な選択肢しか選ばない。ただ、それだけの人生ってなると、それはそれで味気ないというか、刺激、スパイスの全くない人生ってことにもなり得るので、その点はちょっと、頭に入れておく必要があるかなと、個人的には思います。はい。とりあえず、今回は目次として4つ。1つ目、美味しいものを食べる。2つ目、男女の営み。3つ目、薬物の類。4つ目、ギャンブルで勝つ。っていう構成で話しました。まとめとしては、これらとの、関わり方次第では、それなりのリスクもつきまとってくるので、気をつける必要があるっていうことに、なりますかね。はい。ということで今回は、人間が体験可能な極上の快楽4選っていうテーマでお話ししました。ご清聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。